カラフルタウン廿日市。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お相手はエイジアンの栗林克之です。はい、私多言語相談員ハグマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。これでですね、カラフルタウン廿日市、今回で53回目の放送となりました。よく続きました。よく続きてますね。はい、放送事故も、はい、なんとかね乗り越えてはい、はい、それでですね、この後前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナー、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。はい、ということでですね、今回のスタジオゲストは安田女子大学の宮岸哲也教授にお越しいただきたいと思います。軽く自己紹介をお願いいたします。安田女子大学の宮岸と申します。大学で日本語教員を養成しております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいはい、日本語のですねプロフェッショナルということでですね、今日はですね日本語教育だけではなくてですね、優しい日本語、などにも、話をしていただきたいと思います。はい、前宮岸先生は1回出ていただいて、1年ぐらい前ですね。1年ぐらい大体覚えてませんけどはい、また来ていただいているということでですね、ありがたいですね。ちなみに栗林さんと、宮岸先生の出会いっていうのは、いやもうある団体の方からご紹介を受けてですね、それ以来ですから、僕はオリジルタワーでも講演をいただきましてね、だから通算3回目今回オリジルタワーは3年前の G7 の頃にね、その頃にですね、東京からもね大学生やら先生が来ていただいた中で、広島で受けてたっていただいたんですですね。はい、私も参加させていただいたんですけれどね、非常にね素晴らしい、でさまざまな先生ね海外にもいらしたりとかですね、スリランカやですね、中国の雲南そうですね、はい、とかさまざまな経験をですねお話聞きたいと思います。はい、それではですね、まずこのコーナーに行きたいと思います。廿日市国策の共栄、廿日市でにあらそうしえしょ。はい、ということでですね、廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーションのコーナーです。このコーナーにはですね、2つありまして、1つ目は、多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関する、気になった新聞記事などを紹介いたします。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムのコーナーです。廿日市国際交流協会の月刊会報誌ブロッサムから特集記事、イベント、情報などをお伝えします。そして最後にはですね、世界の音楽をお届けしたいと思います。はい、それではですね、まずはですね、いつものですね、私の作りました、多文化共生の曲を聴いてもらいたいと思います。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いてゆくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉
はい、オリジナルソング多文化共生マルチカルチャリズムを聴いてもらいました。歌詞にもあるようにですね、違いをですね豊かさとして捉える社会のことですね。はい、宮城先生いかがでしたでしょうか。いや本当に多文化共生ってどういう意味なのかということがねすごくよく分かる歌で、これ歌にしてるというのが意味ありますよね。はい、そうですね。それでちゃんとみんな記憶するわけですから、はい、ねえ私も今度授業でちょっと使わせていただこうかなと思います。優しい日本語っていう曲もねありますので、それも一緒に流してもらったらよろしくね。じゃあね、若い人とかねこっちの方がね、楽しい、もっとポップなやつも作れるんですけれど。そうですか。じゃあいくつかバージョン作っていただいて。そうですね、SDGs もそうですけれど、やっぱり曲にした方、繰り返した方が子どもたちとかね、踊ったりとかした方がね、伝わるっていうことがありますので、どんどんですね、なかなかこの多文化共生っていう言葉もですね、我々もちろん知ってますけど、優しい日本語もそうですけど、一般の方なかなかね知らないっていうですね、本当に知ってもらうきっかけになるかそうでもしれないすね。はい、ということでですね、繰り返しですね、解決できたらと思います。はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。まずはですね、私がですね在住外国人に関する気になった新聞記事を紹介したいと思います。今回紹介したいのがですね、NHK 中国のですね、出雲市外国人が災害時の対応を学ぶ研修会という記事です。2025年10月4日ですね。これ、島根県で最も多くの外国人が暮らす出雲市、外国人が災害時の対応を学ぶ研修会が開かれました。出雲市は行ったことはありますかね。はい、あります、はい、今ですね非常にですね外国人、2.9% ぐらいなんですけれど、中国地方ではですね、特にここにある企業さんにですね非常に働きやすいということでですね、いろんな国の人がですね働いてきているということで、それでは記事を読んでいきたいと思います。出雲市には県内で最も多い5000人以上の外国人が暮らしていて、市が開いた研修会には地元の企業で働くベトナム人やミャンマー人など40人が参加しました。まず市の担当者が地震や土砂災害の注意を呼びかけ、事前にハザードマップで避難所や避難経路を確認して日頃から備えることが重要だと説明しました。この後参加者は外国語の119番通報に対応する多言語コールセンターのサービスを体験し、参加者が外国語で通報すると消防がコールセンターと通訳と電話をつなぎ、参加者と消防通訳の3者としてやり取りして内容を確認していました。参加者にはこのほか AED を使った救命措置の手順も学んでいました。参加したミャンマー人の女性は、自然災害はいつ起こるか分からないので大事な知識を得ることができてよかったです。災害が起きた際には落ち着いて行動したいと話していました。出雲市文化国際室の高橋真理子係長は、災害に不慣れな外国人もいるのでこのように行動し備える知る機会にしてもらいたいと伝えていました。ということで、とてもいい研修会ですよね。そうですね、こういうの東広島でも私参加したことがあるんですけれど、1泊2日でですね、外国人、障害を持った人、あと、盲導犬を連れた人にで、そういうマイノリティの人たちにどう対応するかっていうのを、実際盲導犬なんかも連れてきましたし、それで1泊2日で宿泊しながら一緒に災害食も、食べるということでですね、そういうような、ことがね、大事かと備えることですね、日本人側はですね、と思います。ちなみに後半に説明していただくんですけれど、優しい日本語っていうのももともと災害の、そうですね、本当に優しい日本語というのは実は1995年の阪神・淡路大震災があった時にですね、たくさん外国の人が日本人と同じように被害を受けたわけなんですけども、そういう人たちに必要な情報が送ることができなくて、そのためにですね、優しい日本語というのを弘前大学の先生がですね考案されて、それがきっかけなんです。ですよね。災害の時にですね、もちろん頃はタブレットとかもなかったですし、辞書を持ってって言ってもいろんな言語の人がいるので、英語だけではダメっていう、いや本当そうなんですよ。英語わかんない人いますし、そうですよね。実際外国の人もですね、アジア圏の人からも多いですから、日本
語で話してほしい、え英語分かりませんっていう人がですね、でしかも優しい日本語でそうですね私たちが使っている言葉じゃなくて、はい後で話しますですね、はい特に災害の、ね、言葉ってですね、はい緊急です、津波が来ます、高台にとかですね、分かんないですね。迅速にとか言われてもですね、絶対分からないのでね、はいそういうのをですね、はい、優しくですね、はい誰もが、本当ですね、うん子供がねわからない子供もわからないし、そうですよね。はいというようなことでですね、本当にですね、災害とか、あと前一度ですね、ここでもですね、防災士の方呼びまして、ね電話のかけ方やりましたよね。ええはい、で例えばですね、私たちは119番とか110番とか子供の時から聞いてますけど、例えばね、私も外国にいた時に、もし旅行中に救急車、警察に電話しなきゃいけない、しかも英語でとかね、中国語でとかなった時にできないですよね。難しいですね。どこに何番押していいのか、うん何をじゃあね、電話したら英語で返された、なんて言うのかっていうね、救急車ってなんて言うのとかね、住所ぐらいは前入れるけれど、それもですね一緒でですね、やっぱり練習しとかないと普段できないのでですね、一度ここでですね、防災士さんの方来てもらって、そのシミュレーションでやったんですよね。A ちゃんもね、その阪神の淡路の地震以来避難所体験を毎年やったんです。で大きな部屋でねやらせてもらったんですよね。そのうち福祉避難所、あるいは近所に避難する場合どういう気配りがいるとかね、そういうようなこともやりだしたんですね。大変なことだなと思いましたよ、これは。そうですね、とりあえず1回やってみるとかですね、最近社会福祉協議会さんとかもですね、社協さんもですね、こういうシミュレーション、運営シミュレーションやったりとかですね、避難所のですね、なかなか1回やっとかないと、私も東日本も行きましたし、阪神の時もボランティアで学生だったんですけど、あと石巻とか行ったんですけれど、なかなかですね、いきなり公民館の方がですね、予想してなかったところに避難所運営所が津波で水使ったので、避難所じゃないところにいきなり作るとか、小学校の中ってなった時に練習してても難しいんですけど、やっぱり練習しておかないと。でそこにですね、外国人の方が来られてもどう話していいかわからないとかですね、っていうことがありますので、やっぱり日頃からなんかその想定してですね、でそこにね車椅子の人が来た、盲導犬の連れた人がいた、じゃあ犬はダメですよっていうのとかで、あと、金沢でもそうだったんです、金沢で石巻でもそうだったんですが、やっぱりペットを連れて避難していきたいっていう、じゃあペットは、ね、車の中なのか、避難所の中に入れていいかとかですね、小さな子供がいるとかですね、さまざまなことが起きますのでですね。私も熊本行ってね、本当に避難所に外国人があれこれ行かれたんですけども、掲示が日本語ばっかり、これで分からんということでね、結局熊本市内の国際交流協会のその建物にあと移動されましたよ。で私この前普通救命救急を取ってきました。廿日市の消防署でですね受けるんですけど、これぜひですね皆さんもですね、どなたでも未成年でも受けることができるので、3年ですね有効なんですけれど、ぜひですね行って3時間ぐらい結構しっかりですね、AED の使い方とか、心肺蘇生とか、喉に詰まらせた、普段の生活でも使えるっていう。でどこに緊急の場合どこに電話かけたらいいかとかですね、どのくらいの時間かけてやる？結構ね3時間みっちり3時間、で繰り返し自信がつきますね。でこれを持ってると次は防災士の研修も今度受けてくるんですけど、防災士になるためにもこの普通救命を取っておいてくださいということですね。ということでですね、防災関係の話し出したらキリがないんですけれど、そろそろ次のコーナーに行っていきたいと思います。ニュースレター廿日市ブロッサムということでですね、このコーナーでは廿日市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報などをお伝えします。まずはですね、廿日市国際交流協会ブロッサム、こういうですね
ここのねFM 廿日市の前にも置いておりますし、あと、各、廿日市のセンター公民館ですねにも置いてありますので、見ていただけたらと思います。ですね、はい、特集でですね、廿日市法年祭に出展しましたということで、9月13日土曜日、廿日市中央市民センターおよび周辺商店街で盛大に法年祭が行われました。栗林さん、これ行かれましたか？すごい盛り上がるんですけれど、はい、私たち廿日市国際交流協会は諸外国の料理と飲み物、お菓子などを幅広く本格的に楽しんでいただこうといろんなメニューを出しました。はい、タイ料理のマッサマンカレー、これムスリムのカレーなんですけど、ハラル料理なんですね。あとベトナムのアイスコーヒーやトロピカルジュース、ベトナムフォー、タピオカココナッツミルクとかですね、その他各国のお菓子、を出しました。で良かったのがですね、また、昨年に引き続きデリカウィングさんからですね、ボランティアとしてベトナム実習生の方々が来てくださってお菓子の販売を手伝っていただきました。はい、ということでですね、日本人も外国人も一緒になってですね、こうお祭りを、昔は外国の人たちだけでこうね、おみこしを担いだりとかですね、そういうような、はい、東広島でもねこういうのやってるんですけど、やっぱり地域に溶け込むっていうのは祭りに地元の祭りに参加する、で手伝う、そして準備を手伝って、そしてみこしを担ぐっていうのがね、これが一番ね地元に日本人もそうですけど、若者がね来た時とかでもね、地域に溶け込むにはそれが一番いいってね言われることでですね、はい、というような法年祭に参加しましたというのでですね、あとですね、次はですね情報をお伝えしたいと思います。一つ目が廿日市国際交流協会でキッズハロウィンパーティーってあります。今ハロウィンパーティーがですね若者でですね、安田先生もね学生さんともね大好きですよね、はい、もうクリスマスよりハロウィンの方がで仮装してですねやるんですけれど、こちら10月25日土曜日10時から11時30分廿日市市民活動センターで行います。4歳から小中学生で対象です。で参加費が会員300円、非会員600円。結構これ人気のイベントでキャンセル待ちも出ますので、参加される方はお早めにお願いします。ということでですね、次はですね、仕事のための日本語ということで、これ栗林さん、宮西さん、ね、ご存知だと思いますけれど、2025年11月20日から、2026年3月5日まで月木金と、18時から21時みっちり、やってくれるということで、基本的にハローワークで申し込みをするんですけれど、休職中の方が対象というんですけれど、申し込み締め切りは11月6日までです。はい、で本当にねこれはですね、しっかり勉強したいっていう、外国の方にはですね、おすすめですね。広島駅の近くでしょ、会場が、ね、そうですね、はい、便利だと思いますよ。便利ですしね、私も受けたいぐらいですよねはい、基本的にはい、はい、費用も無料で受けれるということでですね、ぜひですね、公募してもらえたらと思います。はい、あと次はですね、もう一つお知らせがあります。はい、廿日市、市民文化祭ですね。はい、こちらはですね第27回になるんですけれど、11月3日月曜日祝日ですね、11時30分から開演します。廿日市文化ホールウッドワン桜ピアで大ホールで行われます。入場は無料です。さまざまですね、チアダンスとかですね、ミュージカル、ジャズオーケストラ、さまざまな、団体が出るんですが、市民団体ですね。またデリカウィングのですね、キラキラベトナムというベトナムの実習生の方がですね、歌われると思うんですけれど、こういう外国の方も参加されますのでですね、ぜひですね、月曜日祝日、行ってもらえたらと思います。はい、そのような、形でですね、何かこの国際交流とかですね、あれですよね、大学祭も含めて、秋はイベントが先生もたくさんですよね。
先生自体も何かどっかイベントとかって。いや特にない。ちなみに私コリアサークルの顧問もしておりまして、そうですか。でもそのコリアサークルはですけども、言葉よりもダンスの方が好きみたいで、なんかそういう団体も披露するみたいですね。ダンスといっても伝統舞踊ではなくて最近ですね、あれもすごくいいと思うんですよね。もう今韓国とですね、日本で若者が行き来し合って、で韓国のチームに日本人が入ってデビューしたりとか、こうね、若者たちはね、もうね、国境の壁を越えてですね、で言葉の壁を越えてですね、行くので。ですごいのがですね、やっぱりもうスマホを使いながらね、普通に韓国語と日本語でですね、そうですよね、どんな曲が好きとかアニメ好きとかってね、普通にこうねやり取りしてるっていうね。翻訳アプリありがたいですよね。ありがたいですね。昔はなかったですよね。我々はね、必死にこうね、中国語とか韓国語のね辞書を持ってこうやってね調べながら必死になって勉強しましたけど、羨ましいですね。はい。じゃあその先生のその韓国語、韓国ダンスグループ、ダンスの文化も、文化祭とかでステージパフォーマンスとか。いやすみません、ちょっと私確認してない。多分やるかな。多分やるかな。半コースだけ、実は半コースだけの顧問なんです。なるほどですね。はい。楽しみです。そういうね、やっぱり文化交流ですね。ダンスとか食べ物とかですね。さまざまな秋になるとですね、広島市内でもさまざまなイベントが国際交流のイベントがありますので楽しみにしております。はい。で。そうですね、栗林さんもこの前ペアセロベ交流イベントされてきたということで、後半でまたご報告みたいな。いや、後半そのペアセロベもありますけども、ちょっと言いそびれたのが今の11月の3日というか言われるとですね、それは確かに桜ピアでこの文化祭で同じ日にですね、隣のアイプラザの方でまた後半で健康のねありますよね。なのでですね、だからもう本当に健康と文化と両方元に家族連れでね、両方はしごされたらいいと思いますよ。近いですからね。はしごするといいかと思います。ちょっと後でもまた説明しますが。はい。ということでイベントたっぷりのね秋ということでですね、楽しみにしております。はい。それではですね、はい、イベントのお知らせなども終わりました。はい、ということでですね、もう少しですね、お話をちょっと木先生に聞いていきたいと思うんですけれど、ちなみに仕事のための日本語っていうんですかね、それちょっと私ちょっと気になりまして、海田の方にですね、日本語学校がいて、私の知り合いのスリランカ人の先生がですね、その海田の日本語学校に学生4人を送りまして、でその留学生の面倒を見ることになりまして、10月2日に来た留学生がアルバイトを探したいということで相談に乗ってきたんですね。なのでそういうそのアルバイトを探すためにはやっぱりちゃんと仕事のための日本語もきっちりとですねマスターしてほしいと思ってますので、そうですね、なんかそんなところにそういう情報を提供して行ってみたらなんて、ちょっと伝えてみたいかなと思ってます。仕事のためっていうのが重要ですね。日本語を趣味でやる人とかですね、ちょっと会話っていうのはあるんですけど、やはり仕事のために使えるっていうのがですね、仕事探す上で重要になりますね。それ書類の書き方とかね、そういう基本も教えますから。ですよね。これは言った方がいいでしょう。はい。特に仕事で使う日本語って独特のありますね。もう本当職場によって全然使う言葉も違いますけどね。そうですね。非常にだから難しい。例えばね、有給とか年給とかね、不利給とかね、分かんないですね。若い社会人でもね、分からないですけど、でね、労災取ったらとかね、分かんないですよね。やっぱり優しい日本語そこで出てきますね。ですね。そこでやっぱりね、日本語を自分たちの身を守るためにも、自分たちのねいい仕事を得るためにもやっぱり日本語をしっかりですね、でこのようにですね、週3回ぐらいやってくれるっていう、今若い外国の人たちはアプリでね、ちょっと勉強とかするのはとてもいいんですけれど、やっぱり直接対面で話さないとなかなかね話すって、語学先生もねいろいろされてるんですけれど、もちろんアプリもいいですし、ラジオもいいですし、本で勉強するのもいいですし、さまざまな方法があるんですけど、やっぱり
発音して繰り返して対面でやらないとですね、なかなか語学っていうの、あとやっぱり圧倒的な時間が必要ですね。そうですね。ちょっと週に1回ちょっとやるぐらいだね、もちろん公民館とかでね日本語教室とかね、週1回とか月1回とかも、そういうのも基本的にね、やっぱり、私どもの大学でも近くに安東公民館というところがあって、そこでやってますけど、なかなか継続できなくてですね、問題がありますね。せめて週1回ぐらいやって月1回とか、あとは自分でね、勉強してアウトプットの場所で使ってくれればいいんですけど、なかなかね語学っていうのはね、先生も私も苦労してますのでね、そうですね。語学っていうのは難しいものですね。継続と根性と必要ですね。モチベーションと、モチベーションとですね。ということでですね、そろそろですね、私の担当する時間もですね終わりに近づいてきました。今回お届けしました内容を含めて毎月発行する、開放誌ブロッサム廿日市にここ廿日市の FM の廿日市情報コーナーや各市民センターに置いてあります。どうぞ手に取ってご覧ください。最後にお伝えしました内容の申し込みや問い合わせ先をご案内いたします。廿日市市国際交流協会電話 0829-20-0116、火曜日から土曜日9時から17時となっております。ぜひですねハロウィンイベントとかですねブロッサムのお問い合わせ、お待ちしております。